戦場で兵士の士気を支えるものって一体何だと思いますか？難しい問いかけですね。最新鋭の兵器とか、巧みな戦略とか、もちろんそれも大事なんですけど、もしかしたらそれって一杯の温かいコーヒーだったのかもしれないなって。その視点は非常に重要ですね。今回は過酷な戦場で兵士たちの心と体を温めた温かい食事、これに注目したいと思います。そしてそれを最前線で可能にした、驚くべき小型ストーブ、通称 GI ストーブですね。この物語を深く掘り下げていきます。単なるカロリー補給を超えた温かさの意味、これがどれほど大切だったか、戦場の本質に迫るテーマだと思います。もし今回の探求を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の情報を見逃さないようにチャンネル登録もぜひお願いします。さて、まず大前提としてなんですけど、戦場で兵士が生きていくためには、水と食料、これは不可欠ですよね。特に食事が滞ればもう戦いようがないですもんね。全くその通りです。朝食から1日のエネルギーを生み出して、昼食は体力を維持する、そして夕食は疲れを癒す。このサイクルが精神的な安定にも直結するんです。なるほど。だから糧食の供給が遅れるっていうのは戦闘の能力の喪失、それどころか部隊の崩壊にさえつながりかねない。補給は常に最重要課題でした。特に兵士の士気、やる気とか精神力っていうのは武器と同じくらい、もしかしたらそれ以上に重要視されていたというふうに聞きますね。はい、その通りなんです。士気は兵士が持つべき、最も重要な資質の一つと考えられていました。そしてその温かい食事とか温かい飲み物というのは、厳しい寒さとか雨、あるいは極度の疲労といったそういう極限状況下で兵士の心を慰めて、折れそうな気持ちを支える非常に大きな役割を果たしたんですね。それは単なるカロリー補給ではなかったんです。なるほど。自分たちのことが気づかれているんだみたいに感じられるような。そうなんです。兵士たちにとって温かいものが提供されるっていうことが、自分たちの福祉、ウェルフェアとか快適さ、コンフォート、そういうものが司令部からちゃんと配慮されているんだっていう証のように感じられたんですね。これがダイレクトに士気を高めることになったわけです。例えばある寒冷地でのテストでは、シーレーション、これは兵士一人見ての缶詰の携帯食ですけど、これを温めて出した。ただそれだけで兵士たちの反応がもう格段に良かったっていう、そういう記録があるほどなんです。確かに冷たい缶詰をそのまま食べるのと温かいシチューとか、コーヒーとかが出てくるのでは気持ちの面で全然違いますよね。そうなんですよ。コーヒーの話もね、結構興味深いんです。記録によれば、兵士たちは少しでも機会があればもう自分たちで火を起こしてコーヒーを入れたがったっていうんですね。温かい飲み物がいかに渇望されて価値あるものと認識されていたかっていうのがよく伺えますね。心まで温まるみたいな。だからこそ軍としても可能な限り1日3食のうち2食は温食を提供するという、そういう原則を掲げていたということですか？はい、それが理想とされていました。ただそれを実現するにはやっぱり多くの課題がありました。特に前線に近づけば近づくほど大量の食事を調理して安全にかつ迅速に届けるっていうのは、これはもう至難の業だったんです。そこでまずは後方での調理能力を高めるための装備が開発されたわけです。それがトラックに積んで移動できる厨房、いわゆるキッチントラックというやつですね。そうです。1937年に採用された野戦調理機セットがそれにあたります。これは歩兵連隊の支援部隊が運用する 2.5 トントラックに搭載されて、レンジ3台と各種調理器具で構成されていました。ここでね、重要な技術革新があったんですよ。と言いますと？燃料がそれまでの薪からガソリンバーナーへと変わったことなんです。これにはもう計り知れない利点がありました。最大の利点はやっぱり煙が出ないこと。煙。薪だとどうしても煙で部隊の位置が敵にバレてしまう危険があったんですが、ガソリンならその心配がない。それは戦術的には非常に大きいですね。まさに。さらに安定した強い火力で調理のコントロールが格段にしやすくなったんです。ローストとかベーク、グリルといった多様な調理法も可能になって、Aレーション、これは基地なんかで調理される生鮮食、それから B レーションという半調理済みの食材、これをより美味しく提供できるようになった。
食事の質そのものが向上したわけですね。これは軍全体の自動車化という時代の流れとも合致していました。なるほど。でもその理想であるキッチントラックがいつでも前線の隅々までたどり着けたわけではなかったと。まあそこが問題でしたね。理想は激しい戦闘や険しい山岳地帯という現実の前にもろくもくずげ去る。トラックが入れない、あるいはそもそも配膳に行くこと自体が危険すぎる、そんな状況が当たり前に起こったんです。このギャップをどうしても埋める必要があったんですね。そこで全く新しい発想の転換みたいなものが必要になったと。はい。1944年の2月なんですけど、 TOE、 これは部隊の構成とか装備を定めた公式文書ですね。その改定によって従来の中隊の調理設備に加えてシングルバーナー式の小型ガソリンストーブ、これが各中隊に16台追加で配備されることになったんです。16台。当時の分隊がだいたい12名編成でしたから、計算上はほぼ1個分隊に1台という割合になりますね。ということはつまりそれまで中隊単位で一括で管理していた集中型の解決策からもっと個人とか小集団で使える分散型の解決策へと考え方が変わっていくわけですね。そういうことです。その小型ストーブこそが今回の主役。ストーブ、クッキング、ギャソリン、 M1941 ワンバーナー。兵士たちから GI ストーブと呼ばれて愛された装備なんです。この通称は開発したコールマン社が戦後に民生品として販売した際の名称に由来するんですね。原型はコールマン社の民生用モデル520で、キャンピングストーブの元祖ともいえるような存在ですね。このストーブの歴史も面白いですよね。もともとは山岳部隊向けに開発されたけど、もっと小さい M1942 というモデルが出たことで一度はお蔵入りになりかけたっていう。そうなんです。ところが北アフリカへ向かう戦車や装甲車の乗員たちがこの M1941 を使ったところ、これが非常に有効だと分かったんですね。やっぱりその戦車の中って狭くて過ごす時間も長いですし、時には孤立することもある。そういう乗員にとって手軽に温かい食事とか飲み物を作れるこの小型ストーブはまさにうってつけだったというわけですね。まさにこれが兵士の敷居時にもう絶大な効果を発揮するというふうに評価されたわけです。その現場からの声が結局ヨーロッパ戦線のすべての前線歩兵にこのストーブを追加で配備させるという決定につながったんです。へえ、じゃあトップダウンの計画じゃなくて、現場のニーズが生み出したヒット作と言えますね。そしてその価値を物語るのがイタリア戦線の第34師団からの報告ですよね。あの報告はこのストーブが単なる調理器具ではなかったことを何よりも物語っています。まずもちろん主たる目的はシーレーションを温めること。特に山頂などの寒くて雨深い環境では温かい缶詰が食べられるという事実が兵士の士気に計り知れない影響を与えたと記録されています。計り知れないですか？軍の公式文書としてはかなり感情的な表現ですね。それだけ重要だったということです。そして調理以外にももう一つ極めて重要な役割があった。というと？それが濡れた靴下を乾かすことでした。そこですよね。報告にはこれが濡れた靴下を乾かす唯一の方法であったとまで書かれていました。些細なことのように思えるけど、よく考えるとこれは命に関わる問題じゃないですか？おっしゃる通りです。イタリアの険しい山脈での戦いは常に寒さと水の戦いでもありましたから、濡れた靴下をそのままにしておけば塹壕足、つまり凍傷になって歩くことさえできなくなる。戦う以前の問題ですね。そうなんです。その時この小さなストーブは兵士の足を、そして命を守る医療器具にも等しい存在だったわけです。だからこそ報告の最後の一文につながるんですね。兵士たちは最後まで小銃にしがみつき、その次にストーブにしがみつくだろう。武器に次いで大切なもの、それがこのストーブだった。これほどこの道具の本質的な価値を示す言葉はないでしょう。いやー、すごい。それでですね、実際にこちらで80年前の実機試してみたんですよ。どうでしたか？これは本当に驚きました。今のキャンプ用品みたいにカチッとスイッチ一つで火がつくようなものとは全く違いますね。なんというか儀式がいるんですよ。儀式ですか？いい表現ですね。
まずポンプレバーでタンクの中に空気を送って圧力をかける。このシュコシュコっていう感じが何とも言えなくて、はいはいはい。それからバルブを少しだけ開いてガソリンを染み出させて、そこにマッチで火をつけるんです。最初は煙が出る不安定なオレンジ色の炎じゃなかったですか？そうなんです。最初はこれ大丈夫かってくらいボワーっとオレンジの炎が上がる。ええ。でも 1,2 分我慢していると、それがだんだん落ち着いてきて、ある瞬間勢いのある透き通った青い炎に変わるんですよ。そこまで行くと締めたものですね。ええ、あの瞬間は感動しますよ。小さなジェットエンジンが動き出したみたいで、少しだけ技術はいるけど、それがまた愛嬌があって、一度安定してしまえばものすごい火力で頼りになるんです。なるほど。慣れればスムーズに扱えたんでしょうけど、最初はちょっとコツが必要だったかもしれないですね。プッシュボタン式の簡単さはない。その代わり構造がシンプルだから壊れにくいし、壊れても現場で直せる。一番驚いたのが、実際に修理用のレンチや交換部品も付属してたっていう点です。そうなんですよ。これってもう現場で徹底的に使い倒すことが前提の設計思想ですよね。まさに壊れても自分で直せと。それに燃料が特別なものじゃなくて、どこにでもある車両用のガソリンを使えた。これも見事な設計でした。そしてこの収納用の金属ケースがそのまま鍋になるっていうのもよくできてますよね。ええ。ただ正直なところ、最初はちょっと抵抗があったんですよ。と言いますと？だってガソリンを入れるストーブが入っていた缶でしょう。これでコーヒーを沸かしたらガソリン臭くなるんじゃないかなって。ああ、それは誰も思いますよね。ええ。実際試してみてどうでした？全く問題なかったです。匂いなんて全然しなくて。ほう。多分ガソリンがすぐに揮発しちゃうからでしょうね。ああ、なるほど。これも含めて本当に完成された設計だなと。ええ。ただその大きさは同時にこの道具の限界というか、本来の役割も物語っていますよね。はい。あの容量では当然分隊12人分のシチューを作るなんてことはできない。確かにそれは無理ですね。コーヒーを 2,3 人分沸かすか、缶詰を1つ温めるのが精一杯です。あくまで補助的な役割だったと。そうですね。それ以上のことはもともと求められていなかった。しかしそのささやかな温かさが死への恐怖とか孤独と戦う彼らにとって何よりの支えになったんですね。なるほどなるほど。今回の動画を最後までご覧いただきありがとうございました。もし面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次のテーマでお会いしましょう。